一枚の切符。江戸川乱歩。いや、僕も多少は知っているさ。あれはまず、近来の珍事だったからな。世間はあの噂で持ちきっている。が、多分君ほど詳しくはないんだ。少し話さないか？一人の青年紳士が、こう言って、赤い血の滴る肉の切れを口へ持っていった。じゃあ一つ話すかな。おい、ボーイさん、ビールのおかわりだ。身なりの端正なのにそぐわず、髪の毛をバカにもじゃもじゃと伸ばした相手の青年は次のように語り出した。時は大正年10月10日午前4時。ところは町の町外れ、富田博士邸裏の鉄道線路。これが舞台面だ。冬の、いや秋かな。まあどっちでもいいや。まだ薄暗い暁の静寂を破って、上り第丸号列車が爆進してきたと思いたまえ。するとどうしたわけか、突然けたたましい警笛が鳴ったかと思うと、非常制動機の力で列車は出し抜けに止められたが、少しの違いで車が止まる前に一人の婦人が引き殺されてしまったんだ。僕はその現状を見たんだがね。初めての経験だが、実際嫌な気持ちのものだ。それが問題の博士令夫人だったのさ。車掌の急報でその筋の連中がやってくる。やじ馬が集る。そのうちに誰かが博士邸に知らせる。驚いた主人の博士や召使いたちが飛び出してくる。ちょうどその騒ぎの最中へ、君も知っているように、当時町へ遊びに出かけていた僕が、僕の習慣であるところの早朝の散歩の途時、通り合わせたというわけさ。で、検視が始まる。警察医らしい男が傷口を検査する。一通り済むとすぐに死体は博士邸へ担ぎ込まれてしまう。傍観者の目には極めて簡単にことは落着したようであった。僕の見たのはこれだけだ。あとは新聞記事を総合して、それに僕の想像を加えてのお話だから、そのつもりで聞いてくれたまえ。さて、警察医の観察によると、死因は無論溺死であって、右の太ももを根元から切断されたのによるというのだ。そしてここに至ったわけはというと、それを説明してくれるところの実に有力な手がかりが死人の懐から出てきた。それは夫人が夫博士に宛てた一通の書き置きであって、中の文句は長年の肺病で自分も苦しみ、周囲にも迷惑をかけていることがもはや耐えられなくなったから、ここに覚悟の自殺を遂げる。ざっとまあこういう意味だったのだ。実にありふれた事件だ。もしここに一人の名探偵が現れなかったなら、お話はそれでおしまいで、博士夫人の遠征自殺とかなんとか、三面記事の隅っこに小さい記事を留めるに過ぎなかったが、その名探偵のおかげで我々も素晴らしい話題ができたというものだ。それは黒田清太郎という新聞でも盛んに賛美しておったところの刑事巡査だが、これが奇特な男で、日頃探偵小説の一冊も読んでいようというやつさ。とまあ素人考えに想像するんだがね。その男が
翻訳物の探偵小説にでもあるように、犬のように四つん這いになって、その辺の地面を嗅ぎ回ったものだ。それから博士邸内に入って、主人や召使いにいろいろの質問を発したり、各部屋のどんな隅々をも残さないで、拡大鏡を持って覗き回ったり、まあ、よろしく新しき探偵術を行ったと思いたまえ。そして、その刑事が長官の前に出て言うことには、こりゃあもう少し調べてみなければなりますまい、というわけだ。そこで一座にわかに色めき立って、とりあえず死体の解剖ということになる。大学病院において何々博士執刀のもとに解剖してみると、黒田名探偵の推断誤らずというわけだね。歴史前、すでに一種の毒薬を服用したらしい形跡がある。つまり、何者かが夫人を毒殺しておいて、その死骸を鉄道線路まで運び、自殺と見せかけて、実は恐るべき殺人罪を犯したということになる。その当時の新聞は、犯人は何者ぞというようなエキサイティングな見出しで、盛んに我々の好奇心を煽ったものだ。そこで係検事が黒田刑事を呼び出して証拠調べの一段となる。さて、刑事がもったいぶって持ち出したところの証拠物件なるものは、第一に一足の短歌、第二に石膏で取ったところの足跡の型、第三に数枚のシワになった保護紙。ちょっとロマンティックじゃないか。この三つの証拠品を持ってこの男が主張するには、博士夫人は自殺したんではなくて殺されたんだ。そしてその殺人者はなんと夫富田博士その人であると、こう言うんだ。どうだい？なかなか面白いだろ？話し手の青年はちょっとずるそうな微笑みを浮かべて相手の顔を見た。そして内ポケットから銀色のシガレットケースを取り出し、いかにも手際よく一本のオックスフォードをつまみ上げて、パチンと音をさせて蓋を閉じた。そうだ。聞き手の青年は話し手のためにマッチをこすってやりながら、そこまでは僕も大体知っているんだ。だが、その黒田という男がどういう方法で殺人者を発見したのか、そいつが聞き物だね。高庫の探偵小説だね。で、黒田氏が説明して言うことには、他殺ではないかという疑いを起こしたのは、死人の傷口の出血が案外少ないと言って、警察医が小首をかしげた。その極めて些細な点からであった。去る大正何年何月幾日の町の老母殺しにその例があるというんだ。疑いうるだけ疑え、そしてその疑いの一つ一つをできるだけ綿密に探索せよ。というのが探偵術のモットーだそうだが、この刑事もそのコツを飲み込んでおったと見えて、一つの過程を組み立ててみたのだ。誰だかわからない男、または女が、この夫人に毒薬を飲ませた。そして、夫人の死体を線路まで持ってきて、記者の轍が万事をめちゃくちゃに押しつぶしてくれるのを待った。と仮定するならば、線路の付近に死体運搬によってつけられた何かの痕跡が残っているはずだ。と、こう推定したんだ。そしてなんとまあ、刑事にとって幸運であったことには、歴史のあった前夜まで、
雨降り続きで地面にいろいろの足跡がくっきりと印せられていた。それも前夜の真夜中頃、雨が上がってから歴史事件のあった午前4時何十分までに、その付近を通った足跡だけがおあつらえ向きに残っていたというわけだ。そうだわ。これが話し手の青年の名前であるが、こう言ってポケットから小型の手帳を取り出して、鉛筆でざっとした図面を描いた。鉄道線路は地面よりは小高くなっていて、その両側の傾斜面には一面に芝草が生えている。線路と富田博士邸の裏口との間にはだいぶ広い。そうだ、テニスコートの一つぐらい置かれるような空き地。草も何も生えていない小砂利混じりの空き地がある。足跡の印せられてあったのはそのそばであって、線路のもう一つのそば、すなわち博士邸とは反対のそばは、一面の水田ではるかに何かの工場の煙突が見えようという場末によくある景色だ。東西に伸びた町の西の外れが博士邸、その他数軒の文化村式の住宅で終わっているのだから、博士邸の並びには線路とほぼ並行してずっと人家が続いていると思いたまえ。で、四つん這いになったところの黒田刑事が、この博士邸と線路の間の空き地において何を嗅ぎ出したかというと、そこには10以上の足跡が入り混じっていて、それが歴史の地点に集中しているといった形で、一見しては何が何だかわからなかったに相違ないが、これをいちいち分類して調べ上げた結果、直履きの跡が幾種類、足田の跡が幾種類、靴の跡が幾種類と、まあ分かったんだ。そこで現場にいる連中の頭数と足跡の数とを比べてみると、一つだけ足跡の方が余計だと分かった。すなわち所属不明の足跡が一つ発見されたんだ。しかもそれが靴の跡なんだ。その早朝、靴を履いている者はまずその筋の連中の他にないわけだが、その連中のうちにはまだ一人も帰った者はなかったのだから、少しおかしいわけだ。なお、よくよく調べてみると、その疑問の靴跡が、なんと、博士邸から出発していることが分かったんだ。バカに詳しいもんだね。と、聞き手の青年、すなわち松村が、こう口を入れた。いや、この辺は赤新聞に追うところが多い。あれはこうした事件になると、興味中心的に長々と報道するからね。時にとって役に立つというものだ。で、今度は博士邸と歴史の地点との間を往復した足跡を調べてみると4種ある。第1は今言った所属不明の靴跡。第2は現場に来ている博士の直履きの跡。第3と第4は博士の召使いの足跡。これだけで歴史者が線路まで歩いてきた痕跡というものが見当たらない。多分それは小型の旅裸足の跡でなければならぬのに、それがどこにも見当たらなかったのだ。そこで歴史者が男の靴を履いて線路まで来たか、しからざれば何者か、この靴跡に符合するものが婦人を線路まで抱いて運んできたかの二つである。もちろん前者は問題にならない。まず後の推定が確かだと考えて差し支えない。というのは、その靴跡には一つの妙な特徴があったのだ。それはその靴跡のかかとの方が非常に深く地面に食い入っている。
どの一つを取ってみても同様の特徴がある。これは何か重いものを持って歩いた証拠だ。荷物の重みでかかとが余計に食い入ったのだ。と刑事が判断した。この点について黒田氏は赤新聞で大いにミソを上げているが、その曰くさ。人間の足跡というものはいろいろなことを我々に教えてくれるものである。こういう足跡は破則で、こういう足跡は盲目で、こういう足跡は妊婦で、と大いに足跡探偵法を説いている。興味があったら昨日の赤新聞を読んでみたまえ。話が長くなるから細かい点は略するとして、その足跡から黒田刑事が苦心して探偵した結果、博士邸の奥座敷の縁の下から一足の問題の靴跡に符合する短歌を発見したんだ。それが不幸にもあの有名な学者の常に用いていたものだと召使いによって判明したんだ。その他細かい証拠はいろいろある。召使いの部屋と博士夫妻の部屋とはかなり隔たっていることや、当夜は召使いどもはそれは二人の女であったが、熟睡していて朝の騒ぎで初めて目を覚まし、夜中の出来事は少しも知らなかったということや、当の博士が当夜珍しく在宿しておったということや、その上靴跡の証拠を裏書きするような博士の家庭の事情なるものがあるんだ。その事情というのは、富田博士は君も知っているだろうが、故富田老博士の女性なのだ。つまり夫人は家付きのわがまま娘で、個室の肺結核はあり、ご面相はあまり振るわず、おまけに強度のヒステリーときているんだ。ここに面白からぬ夫婦関係が醸成されつつあったことは、何人も想像しうるじゃないか。事実、博士は密かに妾宅を構えて、なんとかいう芸者上がりの女を溺愛しているんだ。が、僕はこういうことが博士の値打ちを少しだって増減するものとは思わないがね。さて、ヒステリーというやつは大抵の亭主を狂気にしてしまうものだ。博士の場合もこれらの面白からぬ関係が募り募ってあの惨事を引き起こしたのだろうという推論はまず条理整然としているからね。ところがここに一つ残された難問題がある。というのは最初話した死人の懐から出たという書き置きだ。いろいろ調べてみた結果、それはまさしく博士夫人の首席だと判明したんだが、どうして夫人が心にもない書き置きなどを書き得たか、それが黒田刑事にとって一つの難関だったのだ。刑事もこれにはだいぶ手こずったと言っているがね。が、まあ苦心よろしくあった後、発見したのがシワになった数枚の保護紙。これが何だというと、手習い草紙でね。博士が夫人の首席を何かの保護に手習いしたものなんだ。そのうち一枚は夫人が旅行中の博士に宛てて送った手紙で、これを手本にして博士が自分の妻の筆跡を稽古したというわけだ。なかなか企んだものさ。それを刑事は博士の書斎のくずかごから発見したというんだ。で、結論はこういうことになる。目の上のコブであり、恋の邪魔者であり、手に負えぬ狂気であるところの夫人を亡き者にしよう。しかも博士である自分の名誉を少しも傷つけぬ方法によってそれを遂行しようと深くも企んだ博士は、薬と称して
一種の毒薬を夫人に飲ませ、うまく参ったところを肩に担いで例の担架を突っかけて、裏口から幸いにも近くにある鉄道線路へと運んだ。そして犠牲者の懐へ用意のもっともらしい書き置きを入れておいた。やがて歴史が発見されると、大胆なる罪人はさも驚いた表情を持って現場へ駆けつけた。と、こういう次第だ。何故に博士が夫人を離別する挙に入れないで、この危険なる道を取ったかという点は、多分新聞記者自身の考えなのだろうが、ある新聞にこう説明が下してあった。それは第一に、故老博士に対する定規の上から世間の非難を恐れたこと。第二に、あの残虐をあえてする博士には、あるいはこの方が主たる理由であったかもしれないが、博士夫人には親譲りのちょっとした財産があったということ。この二つを挙げている。そこで博士のインチとなり、黒田清太郎氏の名誉となり、新聞記者にとっては富士の収穫となり、学会にとっては一大不祥事となって、君も言うように、世間は今、この噂で湧いている始末。ちょっとドラマティックな事件にはそういないからな。ソーダはこう語り終わって、前のコップをぐいと干した。現場を見た興味があったとはいえ、よくそれだけ詳しく調べたね。だが、その黒田という刑事は、警察官にも似合わない頭のいい男だね。まあ、一種の小説家だね。ああ、そうだ。絶好の小説家だ。むしろ小説以上の興味を創作したと言ってもいい。だが僕は、彼は小説家以上の何者でもないと思うね。片手を直帰のポケットに入れて、何か探りながら、ソーダが皮肉な微笑みを浮かべた。それはどういう意味だ？松村はタバコの煙の中から目をしばたたいて反問した。黒田氏は小説家であるかもしれないが、探偵ではないということさ。どうして？松村はドキッとしたようであった。何か素晴らしい、うべからざることを予期するように、彼は相手の目を見た。ソーダは直帰のポケットから小さい紙切れを取り出してテーブルの上に置いた。そして、これは何だか知ってるかい？と言った。それがどうしたというのだ？ PL 商会の受け取り切符じゃないか。松村は妙な顔をして聞き返した。そうさ、三等急行列車の鹿島倉の代金40銭なりの受け取り切符だ。これは僕が歴史事件の現場で図らずも拾ったものだがね。僕はこれによって博士の無罪を主張するのだ。バカ言いたまえ。冗談だろ。松村はまんざら否定するでもないような半信半疑の調子で言った。一体証拠なんかにかかわらず、博士は無罪であるべきなんだ。富田博士ともあろう学者を、たかが一人のヒステリー女の命のためにこの世界。そうだ、博士は世界の人なんだ。世界の幾人をもって数えられる人なんだ。この世界から葬ってしまうなんて、どこのバカ者がそんなことを考えるんだ。松村君、実は僕は今日1時半の汽車で博士の留守宅を訪問するつもりでいるんだ。そして少し留守居の人に聞いてみたいことがあるんだ。こう言って腕時計をちょっと眺めたソーダはナプキンを取ると立ち上がった。おそらく博士は自分自身で弁明されるだろう。博士に同情する法律家たちも
博士のために弁ずるだろう。が、僕がここに握っている証拠物件は、他の何人も所有しないのだ。訳を話せってのか？まあ、待ちたまえ。もう少し調べてみないと完結しない。僕の推理にはまだちょっと隙があるんだ。それを満たすべく、ちょっと失敬して、これから出かけてくる。ボーイさん、自動車をそう言ってくれたまえ。じゃあ、また明日会うことにしよう。